皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋王座で指しました対局の解説編になります。中飛車に対してね、居飛車穴熊で対抗したんですけれども、途中ね、定石あまりで前例というか、実戦例というか、あまり似た形が少ないね、力戦形に進んだのでね、一手一手ね、ゆっくり考え方を含めて解説していきたいと思いますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速ね、解説の方を始めていきたいと思います。私の先手番でね、7六歩からスタートしました。もう2手目がね、これちょっと独特でしたね、4二銀。これちょっとね、最近私ね、ちょっとこの将棋ウォーズの村チャンネル内で結構こう、嬉野流というね、作戦をね、対戦することが多かったんで、またこれ、嬉野流かなと思ったんですが、2六でね、嬉野流ですとここで5四歩とついて5三銀とね、左銀がこう繰り出してくる感じになるんですが、本局はね、3二金、2五歩、1四歩、これ1六歩はね、様子見なんですが、ここで5二飛車でね、これは嬉野流と全然違う将棋になりましたね。繰り返しになるんですけど、ここで5四歩から5三銀ですとね、嬉野流と言われる形になるところでしたね。はい。で、5二飛車に対して、これですとね、結構ちょっと独特な形の振り飛車ですね。どこが違うかというと、こう角道を上げてないところですね。角道がこう開いてないところが、通常というかね、よくプロの公式戦とかでも指されている中飛車っていうのはやっぱり早めに角道が空いてますから、そこの部分がポイントですね。はい。で、私の方が4八銀と自然に駒組みを進めていきます。5四歩に。この5六ではね、突かないで6八玉という手もあるんですが、そうするとね、5五歩と位を取ってくる可能性があったので、5六とね、5五歩と止められる形を防ぎました。あえてね、こう突かせて指すような指し方もあるところです。で、5六歩で5三銀ですね。ここが一つのポイントですね。結構相手の方のこう角道も開けないでこう銀の繰り出しが早いですね。この時にもう6八玉から7八玉という考え方も一つですね。で、本局は5七銀と上がりまして、結構ね、こういう時にポイントですよね。繰り返しなんですが、こう普通に囲うのも一局なんですが、こう相手の方のね形をね、やっぱ序盤だからというね、序盤はどうやってもね同じだではなくて、やっぱりこう少しでも何が普通の形というかね、違うかな、独特かなと見ると、角道をついてないことと、あと銀の繰り出しがやっぱ早いことですよね。ここは考え方なんで、銀を繰り出させててね、自分の王様を固めて戦うって考え方もあるんですが、本局はこう銀をね、私の方も繰り出して、これすごくね、見た目に分かりやすいと思うんですね。こう相手の方がこう、銀が出てきて、こう飛車銀でね、ここを攻めてきそうなので、私の方は角と銀でね、受けるということで、結構分かりやすいです。将棋のね、考え方で、シンプルに大事な数の、戦いですよね。数の勝負というところもありまして、こう飛車銀に対して角銀で対応すると。これでしたらね、5五歩同歩同銀と来れないですから、分かりやすくね。はい。で、相手の方が6二玉。こう銀をね、銀の速攻を防いでおいてから、王様をね、上がっていくということです。この方が、安全というかね、そんな動かれないで済むということですね。ただし、ちょっと妥協してるとも言いますね。相手の方の注文にね、銀を出させることに銀に出ていくんですけど、角がやっぱ使いにくくなるとかね。いいとこばっかりではないので、必ずしも毎回これでいいよって話ではないんですけれども、一つの分かりやすい受けの形ということですね。はい。で、王様を囲っていって、ここ5筋がね、ちょっと現状小康状態なんでね、ここで3四歩とね、突いたりして、もう1枚ね、飛車角銀にしてこう5五歩いけるようにする手もあるんですけれども、例えば3四歩とついて5五歩とついてね、走行感になったとしても、それほどね、実は、先ほどのね、飛車銀だけで来られるよりは受けやすい意味があるんですね。ちょっとこの辺難しいんですけど、具体的に言うと3四歩と突いた後に、5五歩で5筋がね、仮に走行感になっても、例えばこう2四歩同歩同飛車でこちらで私の方もね、飛車が出てって横歩を取る手があったりとか、いろいろね、対応しやすいですね。先ほどのちょっと戻るんですが、ここでね、シンプルにこう、銀がこう仮に出てきて、こうシンプルに飛車銀で抑え込まれるよりは、こう仮にこの状態でね、飛車角銀でこう攻めてこられる方が受けやすい。ちょっとこれ難しい話になるんですけれども、はい、ということです。はい。で、相手の方は5一飛車と引いて、まだ2二の角をどう使うかを補充されているという感じですね。はい。で、7七角。王様ね、これ対振り飛車の時は常にそうなんですけれども、7八までは7八銀7九玉とかもあるんですけど、ここら辺まで王様持ってった後にね、どう駒組みするかっていうのはね、一つのポイントです。5八金右と上がったりとか、6八銀と上がってね、船囲いにする手もあるんですけど、本局は7七角からね、より硬いね、形を目指しました。相手の方は6二銀。これも相手の方もね、8二玉から7二銀との、あるいは8二玉から9二香とね、穴熊を目指す手もありますし、ここら辺ね、お互いに分岐点です。
まあどれがいい、どれが悪いということはなくてね、一長一短なところがありますね。はい。で、私の方は穴熊を目指すと。これまあ受ける手もあります。恥を受ける手もあるんですけど、まあ穴熊を目指すと。で、7四歩から角を引いて、これがまあ6二銀と上がったところからの、なんていうんですかね、相手の方の構想でしたかね。まあ、王様のね、硬さは若干、まあ、美濃囲いとか穴熊に比べて劣るんですが、こうね、銀を繰り出してね、こう穴熊に対して上部からね、襲いかかろうということですね。まあ、これも先ほどの序盤の形と同じで、まあ、相手の方の形がまあ美濃囲いであるか、穴熊であるか、あるいはこういうようなね、上部から攻めていく形であるかで、まあ、こちらのね、先手側の私側の対応もね、考えないといけないですね。まあ、何でもかんでもこう、穴熊に囲うんじゃなくて、まあ、こう銀が出てきて、まあ、見た目で分かりやすいことで言うとこう見た目にねこう銀が上に繰り出してきてますよね。はい、なので上部から攻めてきそうなので、まあ、この7八金っていうのはねちょっと工夫したところです。この手の意味としては、まあ、対局編の時に言ったんですけども、こう7五歩同歩同銀とね、まあ、角をこう何せこの直前に引いてきてますから、引いてきてるってことはここ来そうですね、7五歩ね。なのでまあこの時に金を分かっておいて、同銀でね、この時にね、放っておけるんですね。これね、ここ難しいとこですよね。駒がぶつかって、本来は取るのが自然で、取る手ももうもちろん悪い手ではありません。同銀と取ってもいいんですけど、同銀ですと同角と取られた時にね、まあ、5七角成という狙いが出てきて、まあ、若干こう穴熊のね弱点である、まあ、駒の偏りですね。駒がこう偏るとこう中央とか薄くなるんですけど、まあ、同銀同角でこう5七角成っていう根を狙われるのでね、まあこう角を出させるよりはちょっとテクニックなんですけどね、こう金寄ってね、これちょっとでもこれできると結構かっこいいテクニックですね。こうね来た時にスッとね寄っといて、これねここかっこいいテクニックです。こう取らせれば、まあ、本局もね取ってきたんですけど、同角と取ることで直前の繰り返しなんですけどね、こう同銀同角って形ですとね、相手の角がこう躍動してくるんですが、まあ、こう取って同角って形になると、まあ、相手の方がこの角がねこう3一のままで、まあ、こう自然にね受けれるということで、ただこのねちょっとかっこいいテクニックを実現させるには、この時にね7八に金上がっとくのがミソになります。ここの時に、7八に金がいないで7九に金がいるとねこう7六銀とね、これは対局編の時も言ったんですけど、7六銀と直接ねまっすぐ立たれちゃって、こう角がね逃げるとこう6七の地点ですね、ここの地点が薄いんですよね。金がもし仮に下だったらの話なんですけれども、はい。なのでねこのかっこいいって言ってもねこう7六銀と立たれる手はね警戒しないといけないので、まあ、7八金ってねここで上がったのはその逆算もしてるわけですね。まあこの7九金でも全然もちろんいいんですが、7五歩と来そうなのでね7八金と上がっておいて、7五歩同同銀にこうスッとね金を寄って相手の方にね取らせて同角で対応するということですね。かつね、まあ、この金を1回寄るとねまたこうもう1手上がった時にね穴熊すごく硬くなるので、はい。で6五銀ですね。この銀打ちはすごくねいい手だと思います。やっぱりこうなんですかね、こちら側がこうまあかっこいいとは言いましたけど、こうなんていうんですかね、あんまりこうしっかり受けてないっていうかね、スッと相手の手に乗るような受け方ですよね。まあ駒を投入してないので。なので、まあ、逆にね自分の方が駒を投入して制空権を握ろうという考え方ですね。はい。で4八角と。まあここで難しかったですかね。まあ5六銀ももうすごく自然なんですが、まあ、5五歩と突くような手もあるところですよね。まあこうなんていうんですかね、取れる歩を取らないで5五歩と突くっていうのは、まあ、ちょっと変わった手になるんですけれども、まあ、というのもねこう歩の上にこう銀が出ると、まあ、本局ねこう5八金で、まあ、こう銀成られるの嫌なんで受けるんですよね。これちょっと悔しそうなんですけど、実はこれね、まあ、ここに歩がいるので、この歩がいるかいないかっていうのは運命の差なんですよね。この歩がいないとこう5七歩って打たれるとね結構嫌な形なんですね。絶対金取られちゃうような形になるので。でこうねまあ飛車歩銀っていう格好が実は結構ね重い形なんですよね。このまあ繰り返しなんですけど、この歩がなければ飛車銀でものすごいいい形なんですけど、歩の上にね乗っかってる金ってなかなかこうまあ力を発揮しづらいとかいうことがあるんですね。なのでここでまあ5五歩と突いとく手もありましたね。5五歩同歩同飛車とねあえてこう取れる歩をね歩で交換するって、まあこれちょっとまあ難しい手なんですけれども、そうすることでまあ歩をね使いやすくするというテクニックですね。はい。まあ、本で銀出て金でこれで結構ね意外とこう来ないんですよね、こちら側がね。こうよく見るとこう相手の方の形で歩が利けるね使える場所って7筋しかないんですよ、7筋しかね。なのでこの銀が出てきてもまあ見た目ほど怖くないんですね、これね。ただこれ気をつけないといけないのはこう歩を使えないっていうのがミソです。本当に繰り返しになるんですけどね、歩をこう5七歩と打たれる形ですと攻めが続くので、はい。でまあこういう銀をね、まあこうやっぱり撤退するんでね、これだったら5歩と突いた方が良かったかもです。まあもちろんこれもね一歩取ったのでもう全くねメリットはないわけではないんですが、はい。で私のは2四歩から飛車先を交換してまあ銀をね狙っていくと。で、6四歩でした。まあここはね5五歩と突く手もあるんですけど、5五歩ですとね5二歩みたいな手がちょっとね
本局も出てくるんですけど、これ叩く手がね、これぜひ覚えていただきたいですね。中飛車、3二金型の中飛車、あるいは後手番、先後逆ですと7八金型になるんですかね。こう、角銀中飛車の形というのは、こう、飛車の頭に歩を叩いて、4一に銀とか角を打つ形ですごくよく出てくるんですね。なので本局もこれ5五歩ですとね、5二歩と叩いて、同飛車ですと4一銀、同金でしたら5五飛車とね、いうさばきが一応ありました。はい。で本局は6四歩とね、こちらの歩で、これですと5二歩にね、同金と取っておけば、5五飛車という手がないのでね、ということでしょう。で、私も3六歩と。そうですね、今飛車を使って、そうですね、私もちょっと前後するんですが、こういう時にね、何を考えるかというと、やっぱり飛車角の働きですよね。穴熊はそこそこ硬いので、まずはこう飛車をほぐして、次はこう3六歩とついて、今度角をほぐすと。1個ずつやっていくのがいいですね。まとまって一気に攻めるというよりは。はい。で、4二角と上がった手に対して、6八金とね、これで穴熊がね、完成したので結構ね、しっかり戦える形になってきました。で、3四歩。この4二角から3四歩はね、やはりこの辺の形がこう、ちょっとね、使いにくい形なのでほぐしてね、来られたんですが、3五歩とつきまして、若干ここはね、穴熊ペースですかね。理由としてはやはり、もちろんシンプルに穴熊硬いということと、持ち駒の銀ですね。この持ち駒の銀と、この6五の銀、対局編の時も言ったんですけれども、この銀がすごく働けば、なんていうんですか、持ち駒よりね、働けば極端な話いいんですけど、ちょっとね、一応こう6六角と使われるような手を防いではいるんですけれども、それほど、ものすごい働いてるという形ではないので、銀を投入ね、打ってもらってる分だけ、ちょっと穴熊が戦いやすいような感じですね。はい。で、2四歩。でね、こう歩を取られちゃうんですけどね、角上がって。結構ね、シンプルですよね。私の方はこう穴熊が完成してるので、さっきね、この10手ぐらいはずっとこの飛車と角をね、使うことを考えてるということですね。で、これで3五角と出る手を狙ってますんで、相手方角出て受けたんですが、今度はね、こう2四飛車とこの歩をね、取れるということで、リズムがね、すごくいいですね。はい。で、2三歩に2六飛車と。うん。で、5五歩ね。この5五歩はね、すごく力のある手ですね。本局ずっとやっぱこの後ね、5六歩と止めることで、この飛車が使いにくくなったので、この5五歩はものすごくいい手ですね。はい。で、3七桂ですね。はい。今、飛車角がこう使えたので、次はこの桂馬を使うという、順番に使っていくようなイメージです。はい。で、5六歩に、4六角と上がりました。そうですね。ここはちょっとね、押し詰められて、ここの部分はね、相手の方もね、で、4四角ですが、ここのね、数手はものすごくね、相手の方も力を発揮されてるところで、こう、飛車角銀がね、こう、一気にね、この数手前ですよね。この場面と比べて、わかりやすくね、反転するとわかりやすいですね。こうなって飛車角銀が使いにくかったのは、こうね、ここで一気にこう飛車角銀がこうスーッと通ってきますよね。だからこの数手はものすごく相手の方の指し回しがいいということと、やっぱりこう、歩のがね、伸びていくってことは大事ってことですね。繰り返しなんですけど、飛車角銀がね、飛車銀がこう逆形になって、さっき銀が歩の上にいたんですけど、そうするとやっぱり力発揮しにくい。こういうふうに飛車銀がね、飛車の上に歩がいて、その後ろに銀がいるって格好をね、歩銀飛車っていう格好がすごくね、攻めとしては、形としてはいい形です。はい。で、ここはね、容易ならざるですね。こう飛車がすごく通ってきてますから。ここをしっかり反撃していきたいということで、いよいよね。ただ私の方もここまでね、力をかなり貯めてきました。飛車をさばき、角をさばき、桂をさばいて、で、歩をいっぱい持ってますから、いよいよね、ここからね、本格的な戦いに踏み込んでいきます。で、5二歩とまず叩くと。この手はずっと狙ってた手ですね。同飛車ですと4一銀と打って、手順に攻めが続く形になります。なので相手方同金なんですが、ここでね、5五銀と。これで結構ね、味のいい手ですね。角を攻めながら、その角がすごくね、穴熊の方効いてて嫌な角だったので、銀をね、投入して、こう、このこの形でね、すごくこう中央威張ってましたんで、逆にこの相手のね、型のいいところですね、中央の厚みを逆に消しに行くっていう考え方です。これに対してね、角を、本局5三に引いたんですが、他の場所に引けば、6四銀とね、この歩を取りながら、このね、相手の玉の一番大事な守り駒である7三の銀をね、攻めていく手があります。実際5三角なんですけどね、この4五桂がね、味のいい跳躍ですね。で、角が引いたんですけど、この次の手ね、この次の手も、5三歩と打っても、十分なようなところなんですけど、5四歩、これ覚えてほしいですね。こうじっとね、じっと打つと。5三歩直撃で打って、取ってくれればいいんですけど、5三歩直撃ですと多分ね、6三金とね、普通が上がってね、ギリギリしのごうということだと思うんですよね。5三歩取ってすぐ取ってくれればね、一手得なんですけど、5三歩で取ってくれないので、垂らすことで次にね、5三歩内で着実に1枚取ろうということですね。はい。
で相手の方は、7六歩とね、これはまあ受けがないので、まあ、この時点でどうやっても絶対にね、金桂交換になりそうなので、拠点を作ってね、反撃含みの手です。で、私の方はこう金を剥がしまして、歩を押さえてね、この辺快調ですよね。この金がね、やっぱりこう2九に本来というか2九にいた桂馬が守りの金と変わった感情なんでね。はい。で、相手の方のこう桂がここに眠ってますから、要するにこの2一の桂と、まあ、例えば穴熊の金が変わるようなもんですから、かなりね、効率がいいところです。で、4二角に3五角と。これも、まあ、角をこちら側に引けば6四銀があるのでね、まあ、4二に引いたんですけど、この場合は3五に出て、今度はこちら側を攻めると。で、3三角ね。まあでもこの辺はね、相手の方もね、駒組みでこの3三角が勝負手ですよね。5三歩成なら5五角と取って、まあ、この6五の銀がね、やっぱりこう、押さえてますからね、飛車の横利きが通ってないということで、手だったんですけど、これで6四銀と出る手がありましたね。これさすがにね、こう次6三金と打たれてたまったもんではないので、同銀なんですが、6二金と打って、まあこれで飛車が取れてね、かなり形勢がはっきりしましたかね。で、王様はまあ7三、まあ8二玉でも5一金ですね。で、5一金と取りまして、まあここでね、まあ飛車を持っているので、攻め手には困りません。5二飛車や7一飛車、6一飛車、まああるいは7一角成とでもね、いくらでも攻め手があるのでね、あとは相手の方の反撃をしっかり間違えず受けることができるかどうかということですね。で、7五桂と打ってこられました。まあここで気をつけないといけないですね。穴熊の一番の弱点は、まあ桂馬でこうね、今、こう角が睨んでますけど、これ8七桂ならずというね、頓死の形がね、まあ穴熊をやられる方だったらね、まあ何回もこう、まあね、怖い思いをしたことがあるような形だと思うんですけど、やっぱこう、桂馬の頓死筋っていうのはね、少ない持ち駒で、まあ、一気に詰んでしまうことがあるので、この場合もね、飛車を取ったからって喜んでるとね、角と桂だけでもう頓死しちゃうことがあるのでね、気をつけないといけないですね。現状はこう7八に金がいるので、まあ、8七桂なら同金と取れるんですけれどもね。で、ここでまあちょっと時間を使って、まあ慎重にまあ6一飛車と打ちました。まあここいろんな手があるとこですよね。まあ7一飛車と打っちゃって、まあ銀を打たせればね、相手の駒の戦力がダウンするので7一飛車もあるとこでした。で、この6一飛車は6二角成からね、攻めていこうという狙いでした。で、相手の方が5四銀。まあこれはね、6二角成、7四玉、6三馬という手があったので、その6三馬という手を消した手ですね。6二角成、7四玉、6三馬に同銀と取れるような格好にしたんですけど、まあ、ここでね、桂馬を取りまして、まあ、ここにね、6六に桂馬を打つのがね、味のいい形なのでね、今度はもう攻めてきた何かあったらもう6六に桂馬を打ってしまえば、まあ、7四の地点を防ぎつつ銀取りかつ角の右を止めるというね、一石三鳥のね、一石三鳥、ちょっとこれ安全勝ちのような狙ったような手です。で、まあ相手の形もここはね、ちょっと手がなくなりましたかね。ちょっと厳しい状況なので、まあこうね、攻めてこられたんですが、無竜を寄ってね、もう合駒がない形なので、結構これは分かりやすい形になりました。6三玉なら6二角成。で、本局は8四に逃げたんですが、6二角成でね、この自然な王手で、王様をね、9三に引けば、9一竜と回って、合駒なしの詰みですね。で、8五に上がったんですが、この竜でね、最後7六竜。まあ最後ね、一手詰みの局面までいったので、まあ投了図は分かりやすい即詰みでね、終局となりました。いかがだったでしょうか。急戦のね、実戦の急戦中飛車に対して、飛車穴熊でね、対抗した将棋の、まあ解説をね、じっくりやっていったんですけれども、まあ一口にね、居飛車穴熊対、まあ振り飛車といってもね、本当にいろんな形がありまして、まあ本局もね、ちょっとね、独特な部分もあったので、まあ中盤のまあ攻防ですよね。相手の方の攻めにね、する対応の仕方などをね、ぜひ、参考にしていただければなと思っております。このチャンネルが良かったなという方、この番組が良かったなという方は、グッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。さようなら。